こんにちは、小春リックです。今日は私がベルギーにあるラーメン屋さんの中で一番美味しいと思っているところに行こうと思います。改めましてこんにちは、小春リックです。皆さんは外国でラーメンって食べたことありますか？旅行とかでローカルの美味しいものを食べたりしていても、ふと温かいラーメンを食べてホッとしたくなることってありますよね。ここベルギーだとラーメン屋は大きい都市だったら 1,2 軒ぐらいはあるので、休日のお出かけ時にはラー欲を満たせないかをいつも画策しています。ただ日本のラーメン屋さんと比べると違いがあるのも事実で、全体的に味が薄めとなる傾向があります。そんなわけでもう少ししっかりしたスープのお店を探す旅を続けていたのですが、ちょっと前に見つけたお店が私的にかなりツボでした。なので今回はそのお店を紹介したいと思います。紹介するお店はベルギーの首都ブリュッセルから北西に25キロの都市ゲントにある、その名もズルズルラーメン。個人的な感覚ですけど、外国料理の店でその国の地名や典型的なイメージの単語を使っていないってのは本気っぽい店だなと思ってます。というわけでしばらく走ったらゲントに到着です。寒いので早速ラーメンで温まりに行きましょう。駐車場から徒歩20分ほどで着きました。ここが今日のお店、ズルズルラーメンです。ロゴのひらがなが無限に可愛いやつです。で、よく見たら昼営業と夜営業の間でした。どうやら1時間半ほど時間を潰さないといけないみたいですね。これは困りました。街の散策も楽しそうですけど、めっちゃ寒いのでどこかにコーヒーでも飲みに行くことにしましょう。フラッと入ったお店で頼んだのはメキシカンと名が付いたカプチーノ。ココアパウダーと一振りのチリペッパーが入っているそうです。どちらも確か中南米が原産でしたっけ？で、肝心の味はとっても美味しいやつでした。ココアパウダーでコクがプラスされたコーヒーにチリペッパーの刺激が合わさって体が温まります。ぜひ家で真似してみたいですね。しばらくカフェで温まってたら夜営業の開始時刻がやってきました。今度はやっていますね。席はすでに半分ぐらいは埋まってます。注文は結構ハイテク。席の前に貼られている QR コードをスキャンするとメニューが表示されて、そこからそのまま注文、そして支払いが完結するという人見知りな私にぴったりのシステムです。頼むのは以前店員さんがおすすめしてくれたゆず塩ラーメンです。名前からして美味しそうですけど、どんな感じのラーメンでしょうね。湯気を眺めつつワクワクしながら待っていると来ました。じゃーん、これがゆず塩ラーメンです。器も相まって見た目はちょっとこだわりがある感じのラーメンって雰囲気ですね。では冷めないうちにまずはスープから。おお、塩とありますけど濃厚な豚骨でしっかりとしたスープです。そしてその後に柚子の爽やかな風味がほんのりと。これは最高に美味しいやつです。では麺も食べてみましょう。コシがしっかりあって噛むと旨味が出てきます。そしてチャーシューに味玉。どちらも絶妙な柔らかさでうまいうまいと感動しながら食べていました。そういえば咀嚼音を立てるのがはばかられる文化のためか、お店の名前の割には皆ズルズルせずにもぐもぐと食べていました。帰りがけ前回ラーメンをサーブしてくれた店員さんにどうだったと聞かれたので、おすすめしてくれたゆず塩めっちゃ美味しかったよと伝えたらいろいろ語ってくれました。曰く豚骨は20時間近く炊いていて、本当はハカーダと同じぐらい濃厚な味にしたいんだけどベルギーのカスタマーには受けないからちょっと控えめにしているんだよとのことでした。豚骨スープ作りが想像以上にガチで驚いたと同時に、ヨーロッパ人のお兄ちゃんから博多って言われたのが最高に面白かったです。で、どうやら1月からは新メニューとして鶏白湯をやるらしいです。鶏白湯、もうこれは絶対美味しいやつじゃないですか。年明けにぜひ行きましょう。
ごちそうさまでした。ということで、訪問2回目にして、私が大好きなラーメン屋であることが完全に証明されてしまいました。皆さんもベルギーにお越しの際は、ぜひ立ち寄ってみてくださいね。さて、今回のお散歩は、2022年ラーメン祭の参加動画です。運営のアクロさん、イカロさん、素敵な企画の開催ありがとうございます。この動画にいいねとコメントをした後に、他の方の投稿作品もぜひご覧ください。合わせて、私の他の動画も見ていただけたらとっても嬉しいです。それではまた今度、小春立花でした。